Olá pessoal, eu sou a Fuji, vim do Japão. Neste canal eu compartilho o dia a dia real de uma japonesa que veio morar no Brasil, com vídeos novos todo sábado. Se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal para me dar aquela força. 先週は体調不良で動画をお休みしてしまいすみませんでした。前日に上げた投稿に心配してコメントをしてくださった皆さんありがとうございました。おかげさまで今週は元気にまた日常に戻ることができました。今回の動画は特にテーマはないのですが、まだまだいろんな発見や小ネタがあるブラジルで生活する日本人の日常をお届けします。ブラジルライフ。ブラジルに来てからというもの、なんだかんだで病院にお世話になることが多い気がします。ブラジルの病院って行くとかなりの確率でコーヒーマシンが置いてあるんですよね。コーヒーって患者さんにはあんまり良くないんじゃないかなと思いつつ、さすがブラジルだなってちょっと感心してしまいます。でも正直病院でコーヒーの香りがするのって私は結構好きです。少しリラックスできるというか安心するんですよね。日本の病院の違いで言うと、ブラジルではまず主治医の先生にカウンセリングを受けて、その後採血はここ、レントゲンはここ、超音波検査はここに行ってねみたいな感じで、検査ごとにいろいろなクリニックを回らないといけないんです。で、その結果をもってまた主治医のところに戻ってカウンセリングを受けるという流れ。日本だったら1箇所で1日で終わるようなことが、ブラジルだと数週間、長い時は数ヶ月かかることもあります。でも聞く話によるとアメリカもそんな感じらしいので、日本が特殊なのかもしれません。病院には英語が話せる先生が1人か2人ぐらいはいる印象ですが、なんといつも採血してくれる看護師さんは日本語が話せる方なんです。髪切りました？髪の毛、めっちゃ短くなってます緊張する病院で英語が通じるだけでもホッとするのに、日本語で話してもらえる時の安心感といったらもうすごいんですよね。とはいえ採血だけは何回やっても慣れません。私の血管は見つけにくいらしくて、今日も2回やり直しでした。もう1回ごめん注射が本当に苦手なので手汗が止まりません。少し体調が悪かったり料理をサボりたいなっていう日は近所の大衆食堂へ向かいます。フェジョアーダやストロガノフなど定番のブラジル料理が並ぶビュッフェ形式のレストラン。疲れた時のまさに駆け込み寺です。魚は家で調理するのがちょっと大変なので、こういうお店に来た時に食べることが多いです。食後の無料のコーヒーがこんな風に置いてあるのもブラジルらしいなって感じます。本当に疲れていて外に出る元気もない日はピザを頼むことも。ブラジルのピザは具沢山で生地もしっかりめ。でもハンバーガーもピザも味付けは結構シンプルなんですよね。日本だといろんなソースや調味料で味を重ねていくんですけど、ブラジルは塩、胡椒、ニンニクが基本で素材の味を楽しむ感じがします。この間いつものように週1回の買い物をスーパーマーケットでしていた時にちょっとした事件が起きました。ブラジルのスーパーってカートがすごく大きいんですよね。だからみんなカートを通路に置いたまま少し離れた棚まで商品を取りに行くことがよくあります。私もいつも通りそんな感じで買い物をしていたら、後ろから知らないおばさんが突然走ってきて何か話しかけてきました。なんだろうって思ってよく見てみたら、なんと私が押していたカートがそのおばさんのカートだったんです。中身も全然違うのに全く気づかず、人のカートに自分の商品をどんどん入れてました。もう本当にびっくりして、すみませんってすぐ謝ったんですけど、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。夫もこんなこと人生で初めて見たって笑ってました。次からは自分のカートを見失わないように気をつけようと思います。スーパーの話で言うと、最近近所に私の大好きなスーパーフェスティバルができて、めちゃくちゃテンションが上がっています。以前の動画でも紹介しましたが、
私の中ではブラジルの中で最上級のスーパーマーケットで、とにかく店内が清潔で綺麗で品質もいいし、ちょっと珍しい輸入食品も充実しているのがポイント。こんな美味しそうな日本のお米もありました。ベーカリーやカフェも併設されていて、2階にはレストランもあって、視聴者さんも美味しいと言っていたので、今度行ってみようと思います。スーパーで大量に買ってきたオレンジを絞って自家製ジュースを作るのがすっかり日課になってしまいました。もともと絞ってあるジュースを買うよりも自分で作った方が10レアルぐらい安いんです。ただ結構体力使うので、10レアルでラクサを買うかどうかいつも迷うところです。いちごも先週はとても安かったのでジャムを作っていこうと思います。こうやってフルーツを気兼ねなくたくさん買えるのはブラジルの大好きなところの一つ。日本に帰ったら恋しくなること間違いなしです。どうやらこのブランドのクラッカーが美味しいらしく、手作りいちごジャムとクリームチーズを乗せたら絶品です。最近になってやっと炊飯器を購入しました。今まではずっと鍋でご飯を炊いてたんですが、つきっきりで見ていないといけないし、コンロも塞がってしまうので、やっぱり炊飯器があると助かりますね。ただ日本の炊飯器とはちょっと違います。まずサイズはだいたい5合炊きぐらいからしかなくて、見た目もずっしりとしたフォルム。それにお釜の部分が日本のよりも薄くて結構ペラペラ。そのせいか底がよく焦げついちゃいます。なんだかキャンプで飯盒炊飯しているような感覚に近いです。そしてスイッチが一つしかなくて、日本の炊飯器みたいに複雑なオプションがないので、ある意味すごくシンプル。猫でも炊けそうなぐらい簡単です。日本のお米は美味しく炊けるんですけど、ブラジルのお米はちょっと難しくて、いつも鍋で炊くときは油で少し炒めてから炊くんですが、炊飯器だとそれができないので、どうしても仕上がりがパサッとしてしまいます。同じような炊飯器を持っている方で、ブラジル米を美味しく炊くコツを知っている方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。あと、こんな蒸し器もついていて、どうやらご飯と一緒に野菜が蒸せるらしいんですが、まだ使ったことがありません。こちらのおすすめの使い方もぜひ教えてもらえると嬉しいです。ブラジルライフ。先週のクリチバは雨の日が多くてどんよりとした空が続いていました。なんとなく気分も沈みがちだったんですが、今週は 2,3 日とてもいいお天気が続いたので、こういう時こそお出かけしなきゃということで、日本人のお友達とランチに行ってきました。普段一人で移動するときは Uber を使うことが多くて、いつもは一番安い UberX を頼むんですが、乗り心地がちょっとゴーカートみたいで結構揺れるんです。なので今回はちょっとだけ奮発して Uber コンフォートを試してみました。X とどのぐらい違うのかなって思ってたんですが、確かに足元が広くてゆったりしています。ただ揺れはそこまで変わらず、やっぱり少しゴーカート感は残ってました。さらに上のランクにプレミアムというのもありますが、それは値段がほぼ倍。でも日本のタクシーと比べたらまだ半額以下なので、かなりお得感があります。今回訪れたのは湖が綺麗なクリチバの定番スポット、バリグイ公園。湖の上に浮かぶテラス席で気持ちのいい風に吹かれながらランチを楽しみました。ここのハンバーガーが人気らしく、みんなで注文。今回ご一緒したのは以前コーヒー見学ツアーで知り合った方とその方のお友達。このチャンネルをきっかけに一人の視聴者さんとつながって以来、そこからさらに友達の友達へと輪が広がっていくのを感じています。ブラジルへ移住して1年半、ようやく気軽にお茶できるお友達ができて本当に嬉しいです。駐在員の奥様や JICA の派遣で来ている方など、立場や年齢も様々な方と出会えて、日本にいたらきっと出会わなかっただろうなと思うと、本当に出会いって不思議で面白いですね。2人とも私より後にブラジルに来たのに、
もういろんなお店やおすすめスポットに詳しくてたくさん情報をもらいました。話が止まらずあっという間の4時間でした。続いては以前たこ焼きパーティーをした日本人のお友達のお家で、今回はつけ麺パーティーがあります。私は今回デザートにプリンを持っていく予定です。以前プリン作りの動画を出した時にコメント欄でコンデンスミルクを使わないプリンは初めて見たという声が多かったんですが、このレシピはコンデンスミルクの代わりに生クリームとクリームチーズを使っています。濃厚だけど優しい味わいでとてもおすすめです。今回の集まりはブラジルにもう10年20年と住んでいるベテランの日本人の奥様たちが中心。普段のブラジル生活で困っていることや疑問に思っていることもここで話せばほとんど解決してしまうので、まだブラジル初心者の私にとっては本当にありがたい時間です。ラーメンやつけ麺ってブラジルで再現するのは結構難しいんですが、この回の知り合いの方で自家製の麺を作っている日本人の方がおられて、今回はそちらの麺を使用。インスタントや乾麺とは全く違う本格的な麺をお家で食べれることに感動しました。特製のごまだれスープもすごく美味しくて、そうめんやキムチ、たけのこのメンマなどブラジルではなかなか食べられないものが並び、本当に幸せな時間でした。ブラジルライフ。そんな感じで今回は今週のブラジル生活を振り返ってみました。慣れてきたつもりでも毎週何かしら新しい発見があって、まだまだブラジル生活は飽きません。来週はどんなことが待ち受けているのでしょうか。皆さんも良い1週間をお過ごしください。動画楽しんでもらえたらいいねとチャンネル登録で応援してもらえるととても励まされます。Muito obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!